A couple hundred miles away, denying that something has changed. You're blaming me too ということでね、 complicated. 日本に帰ってきました。だいぶいきなりですね。どんぐらいだろう、2年ぶり、1年ぶりか、1年ぶりぐらいですね。去年の、年末に日本帰りますみたいなこと言ってから、ぶりですね。ちょっとその時いろいろあって動画にできなかったんですけども、まあ、あの時も帰ったんで、1年ぶりの帰国ということでですね。で、今からこのあるね R1300GS に、試乗していきます。普段 1200GS 乗ってるんですけども、まあ、たまたま今日試乗機会があって、試乗機会たまたまあったっていうか、普通に暇だったんでレンタルバイクしただけですね。まあ、とりあえず乗ってから走りましょうか。違う、乗ってから話しましょうか。はい、行きましょう。まずはよっと、なんかちっちゃいな。低い。なんだこれ。重て。とりあえず乗った感じ、足つき最強にいいですね。何これ、低くなったの？サスの設定かな。全然足つくのなんでなの。んで、まあハンドル幅全然変わんねえな。この辺はもう全部一緒っすね。まあ、とりあえずシノゴの言わずですね、走ってみましょうか。今までここにあったのがこっちに映ってますね。レッツゴー。かっこいいな。いいね、音。もういいの、ボーンっつって。行きましょうか。とりあえず板橋に向かいます。別になんか用があるわけじゃないんですけど、よし、レッツゴー。楽しい。危ねえ。なんだっけ、用があるわけじゃないんですけど、昔住んでたんで、単純に土地勘があるんで、とりあえずね、そこに行きたがるっていう、なんか基礎本能的なのがありますね。で、今池袋なんで、もうすぐそこっすね。これ楽しいな。久々日本で楽しいのか 1300GS のが楽しいのか、ちょっと自分でもよくわかんねえな。熱っ。なんかグリピーターついてるね。これついてるよね。どれだ、熱いってグリピーター。よし、ちょっと切れなかった。よいしょ。R1200GS に比べて、なんだっけ、重量が10キロ弱軽くなってるんですよね、確か。230後半ぐらいだったと思う。で、GS の方、僕が乗ってる普段 GS が240後半ぐらいだったんで、確かね、10キロ弱軽くなってて、で、かつパワーがね、上がってるんですよね。パワーの上がりが結構なんですね。僕の普段の GS が125馬力ぐらいに対して、これが145ですね。あったと思うんで、軽くてパワーが上がってるんで絶対楽しいっていう、僕のなんか予想だったんですけど、楽しいですね。軽快ですね。でもミラーが全然合ってねえな。なんだよ。ここ右？なんで右行ったの俺。なんでこっち来たんだろう。なんか変な感じ。バイク楽しいんですけど、それもあるんですけど、なんかね、道路の反対側走ってる感がすごい。どうしよう、このチャンネルじゃねえや、この動画から来てくれた人向けに言うと、僕普段アメリカにいるんですよ。で、どんぐらいも3、4年いて、こっちでバイクに乗るのもその3、4年ぶりなんですよね。なんですごいこう新鮮感がある。で、もう一つが、普段僕 1200GS 乗ってるんですよ。1200GS ラリー。言えてなかった今。1200GS ラリー。で、まあ、今回 1300GS に乗って、初めて乗ってるんで、よくわかんない動画ですよね。これ、楽しい、久々日本楽しい系の動画なのか、試乗インプレッションなのか、全然わかんないですね。とにかく楽しいです。よくわかんないけど楽しい。で、いいね。俺、なんだっけ、日本にいた時って、R90 乗ってたんですよ。で、ちっちゃくていいバイクだったんで、日本なら、まあ、そんなでかいバイクなんか必要なくて、あんぐらいでいいんだよとか思ってたんですけど、この GS さ、全然いいね。そんなにでかさを感じる。多分、普通に測ったらでかいんだよ。測ったらでかいんだけど、乗った感じ、全然でかさを感じないし、なんかね、軽い、ハンドリングも軽い。いいね。んでね、足つきが最強に。僕の GS と何が違うのか分かんないですけど、すんげえ足つきがいい。なんか足曲がってもここ。膝が。これ左曲がろう。なんかそんな気がする。これさ、あれ怖いよね。車がいっぱいいる道路ならさ、間違いないんだけど、こうやってね、俺が自分が先頭にいるとさ、間違えてこう右側に入っちゃいそうで怖い。アメリカで一回やったんでね、まだ慣れなかった頃に、左側にね、入ってね、ブブーとか言ってて、待って、入って。レッツゴー。
おお、怖い合ってるよね。おお、すごい。どこ行こう全然決めてねえや。そうか、とりあえずね、板橋の昔住んでたあたりに特に意味はないですけど、行って一回落ち着く。ここ知らねえな、ここ通ったことねえな。左が成増、多分成増の方だっけ。あ、オッケー。あそこ左曲がってなんか変な路地をこう突っ込んでいくような気がする。確か俺なんか一回ここ歩いた気がする。終電逃したかなんかで。山手通りでしょ。山手通りに行けばいいのかな。いいんだよね。そうだよね。山手通りから、さっき山手通りにいたんだからそこに戻るんだよね。そこに戻って、あ、そう、あそこの路地。どっちにしようかな。市場インプレにしようか、なんか普通ののんびり元ブログにしようか。こんな小物入れあるんだよな。でも市場インプレってさ、こうちゃんと予習してからじゃないとさ、まともな話できないじゃん。楽しいとかそんなぐらいしか言えないからさ、あんまりこう意味がないというか、見ててもね、全然情報がない動画になっちゃうから、楽しい、普通に久々日本楽しい的な動画にしましょうか。なんかタイトルもそうしよう。これ右曲がれんだよな。俺の記憶がこれいいね。これ俺の記憶が正しければ、行っていいのこれ。行っちゃダメなの。この路地を突っ切ると昔住んでた家のすぐ近くに出るはず。そう、ここ歩いたもんね。さっき見たけど、ここにさ、あれあるんだよね。最近の車でよくあるミラーにさ、右の方とか左の方に車が近いといますよみたいな、視覚にね車がいるといますよみたいなのセンサーがついてるんで、これいいですよね。これねあるとすごい便利なんだけど、でもどうかな、俺普通にこうやって見るからさ、まあ、あってもなくてもって感じか。つかこれがあることで、このさミラーをさ、例えばなんかリズモとかにさ変えたくて、リズモだっけ名前変えたくてもさ、なんか配線をうにゃうにゃしないとできませんみたいな感じになってめんどくさそう。いらねえな。で、あとちょっと試してみたいのが、そうだ、後で現金下ろさないとな。アダプティブクルーズコントロールがついてるはずなんですよね。ちょっとそれがついてるんだったら試してみようかな。後でちょっとあそこ行こっか。首都高行こっか。ね、これ行っていいんでね。怖え。人がいっぱいいる。まさか俺ここ 1300GS 通ることになると思わなかったな。で、ここさ、違うよね。ここ GS の道じゃないよね。これ、株の道だよね。いやー、どうしよう。GS の話じゃなくて、なんだっけ。久々日本っていう話だよね。で、ここ左だったんだよね、確か。あれだね。日本に来ること自体は去年の1年ぶりぐらいなんで、まあ、去年の方が感動したのは感動したんですけど、これっていいんだよね。行っちゃって。一時停止とかじゃないよね。感動したのは去年の方が感動したんで、今年はまた日本だなぐらいなんですけど、まあでもね、来てやっぱ思ったのが、前も思ったんだけど、こっち静かだね、すごい、日本って。みんな、そこだったかもしんない。でもいいや、まあいいか、なんか後ろから車来てるの。なんだっけ、何の話だっけ。そう、静かでね、やっぱ清潔、すごい。それはね、羽田空港着いた瞬間に思う。去年も思ったし、今年も思った。で、ただこれ、去年は思わなかったんだけど、今年はちょっとね、混んでる時間に電車乗ったんですよ。そしたら、なんだろうね、人とたまにぶつかったりするんですけど、結構あれだね、これ東京だからなのか、日本だからなのか分かんないんだけど、これ右だっけ、左だっけ、右だったかな、覚えてねえや。東京だったからか分かんないんだけどさ、なんか結構こうぶつかってもさ、無視されたりとかしたんだよね。なんかそれがね、ちょっと悲しかったな。おお、R90。そう、待って。オッケーオッケーオッケー。これをね、右に曲がりたいんだけど、ここでは右に曲がれないから、ちょっと行ったところで U ターンをね、する必要があるんだよ、確か。これ。っていいんだよな。今クイックシフター使ってみたんですけど、ちょっとだけ感覚が違うかも。なんかこっちの方が硬い。この辺にセブンがあったはず。そこでちょっと一回止まろう。で、ちょっとどういうルートをしようか考えますね。そこら辺にセブンがある。で
ね、ちょっと日本に来てね、やってみたかったこと、久々にやってみたかったことの一つで、よいしょ、コンビニね、おにぎりとお茶をね、ちょっと飲みたいので、ちょっと買ってきますね。でいよっしゃ、行きましょうか。久々ね、お台場の方行ってみようと思いますね。